おはようございます。パティシエール今日のおやつです。今日のおやつはフロランタンです。サクサクの美味しいクッキーにカリカリの飴、あとは香ばしいアーモンド、すっごく最高に美味しいお菓子ですよね。私も大好きなお菓子の一つです。まずはクッキー生地を作っていきます。常温に戻したバターをよくゴムベラで練っていきます。普通にクッキーを作っていくっていう感じなんですが、クッキー生地はフロランタンの半分を占めているので、結構味が決まってきますね。最初はいつも四つ葉バターを使っているんですが、もっと香りが高くなるような発酵バターを使ってもいいですし、小麦粉もこだわったものを使ったりとか、素材によってもかなり味が変わってきますね。よく混ぜてダマがなくなったら、ふるった粉糖を加えていきます。ここはグラニュー糖や上白糖でもいいんですが、粉糖だと食感が少しサラサラしたような感じになりますね。グラニュー糖だともうちょっとサクッとした感じに仕上がります。好みの砂糖でやってみてください。よく混ざったら、ここに全卵を加えていきます。で今回は平らに伸ばして平らに焼き上げていきたいので、泡立て器でクッキーを泡立てたりはせずにゴムベラで全部仕上げていきます。泡立てると少し脆くてサクサクした感じ、そして膨らんだクッキーになりますね。今回は膨らませたくないので全部ゴムベラで仕上げていきます。全卵は必ず常温から30度ぐらいの温度に温めて、ここでしっかりとバターと混ざるようにしていきましょう。一気に加えてしまうと油分と水分がしっかりと混ざらないことがあるので、十分注意をしながら混ぜてください。ずるずると滑っていたバターがしっかりとつながったのを確認したら、卵を混ぜていきます。この生地の状態をしっかり確認して次の卵を入れるっていうのを繰り返していくことで、しっかりとつながった美味しいクッキーの生地に仕上がります。ここでバターがしっかりと混ざってないずるずる滑った状態になってしまったままいくと、後でクッキーの仕上がりも美味しくなくなってしまうので、十分注意をしていきましょう。一回ずつ混ざっていることを確認したら、こんな感じで綺麗に混ざった仕上がりになっていきます。ここにふるった粉を加えて混ぜていきましょう。今まで結構ぐるぐる混ぜていたと思うんですが、粉を入れてからはぐるぐる混ぜないように注意してください。切り混ぜるっていうのをしていきます。こう切って切って切って下からすくってっていうのを繰り返していきます。こうすることでクッキーの生地を練らないで仕上げることができるので、小麦粉にはグルテンっていう成分が入ってるんですね。最近グルテンフリーとか聞くのでわかる方もいらっしゃるかもしれないんですが、クッキーをしっかりと形を作って硬くなる成分になります。なんで、混ぜすぎてしまうとカチカチのクッキーになってしまうんですね。それを防ぐために練らないように切って切って下から返してっていうのを何度も繰り返して混ぜていきます。ここで練らないっていうことは十分注意していきましょう。切って切って下から返してっていうのをひたすら繰り返していきます。そうするとクッキー生地がこのようにそぼろ状になっていきます。こうなったら今度は上から押し付けるようにして、こうひっくり返しながら押し付けるっていうのを繰り返して、こう重ねて押し付けて重ねて押し付けてっていうのをやっていきます。こうすることでしっかり一塊のクッキーに仕上げていきます。一つ一つ生地の状態を見ながら作っていくのが大事ですね。練らないように十分注意をしながら作業を進めてください。ポロポロしてる生地が後でサクサクで美味しい生地に仕上がります。一塊になったらラップに出して平らにしていきます。粉っぽい部分がなくなれば OK です。生地がムラになっていると思うので、少しだけ揉み返していきましょう。ここでもあんまりやりすぎると練っていくような感じになってしまうので、2、3回ちょっと畳むような感じですね。そうすることで全体を均一にしていきます。そしてラップで包んだまま生地を伸ばしていきましょう。その時ものすごく柔らかくてやりづらいようだったら冷蔵庫で少し冷やしてからでも OK です。もう四角い形に伸ばしていっちゃおうと思います。
クッキーの厚さはお好みなんですが、今回は7ミリの厚さに伸ばしています。最低でも5ミリ以上あると美味しく仕上がります。型は15センチの型ですね。カードルーという四角い型で焼き上げていこうと思います。こんな感じで先にラップをカードルの形に整えてしまうと伸ばしやすいですね。後で端っこを少し切り落とすので、1センチぐらい大きく伸ばしていきましょう。ラップを正方形に折ってもいいですし、ジッパーバッグなどに入れて伸ばしても OK です。全体が同じ厚さになるように、均一になるように伸ばしていきます。もっといっぱい食べたいよっていう方は、もうこの3倍ぐらいのレシピで作って、鉄板いっぱいに伸ばして作っても OK です。今回は15センチ ×15 センチの大きさで作っていきます。このようにしっかり平らに伸ばせたら、フォークで跡をつけていきます。ピケっていうのをしていきます。しっかりとクッキーを平らに焼き上げるときに、後ろに空気が入らないようにするためですね。空気が入っている場所があるとぷくっとそこが膨らんでしまったりするので、そのためにこのピケっていうのをして穴を開けていきます。こんな感じでしっかりとピケができたら冷蔵庫で30分以上は寝かしておきましょう。しっかり寝かすことで縮みも防げますし、クッキー自体も美味しく仕上がります。休ませたクッキーは170度のオーブンで17分ほど焼き上げていきます。こんな感じで真ん中は火が通っているけどまだ白い状態。周りに少し色がつくぐらいですね。後ろには結構色がついています。この状態になったら冷ましてカットしていきましょう。ほんのりまだ温かいぐらいだとより切りやすくなります。割れないように注意をしながらさっきの型の大きさぴったりに切っていきます。型ぴったりの大きさに伸ばして焼いてもいいんですが、クッキーがちょっと縮んだりすることがあるので、今回はこのようにカットして使っていきます。ギリギリまで使いたいなっていう感じですね。あとはカードルの隅っこから結構アーモンドとアパレイユが溢れてしまうことがあるので、クッキーはぴったりの大きさに切っていきます。この端っこは今食べちゃいましょう。クッキーだけでもとっても美味しい仕上がりになっています。フロランタンってなんか難しそうなイメージがするかもしれないんですけど、クッキーができたらもうあとはアーモンドの部分はすっごく簡単に仕上がります。生地が準備できたら上のアパレイユを作っていきましょう。アーモンドの周りにカラメルみたいのがあると思うんですね。それを作っていきます。もうこれはすっごく簡単です。材料を全部お鍋に入れて火にかけていくだけですね。バターと蜂蜜、生クリーム、グラニュー糖です。この順番に測っていくと測るのもやりやすいです。蜂蜜ちょっと冬だったのでザラザラしてるんですけど、火にかけたら溶けるので大丈夫です。中火から弱火にかけていきましょう。あんまり火が大きいと焦げてしまうことがあるので注意してください。こんな感じでしっかり全体が混ざった状態で沸騰させるようにしていきます。沸騰して少しとろみがつくまで煮詰めていくんですね。だんだんこんな感じでシュワシュワしてきました。そしたらしっかり状態を確認するようにしていきましょう。結構まだシャバシャバな状態だと思います。こんな感じでどんどん沸騰して沸いてくるんですね。少しとろみがつくまでやっていきます。まだシャバシャバですし、ゴムベラでそこをさーっとこそげた時に、あんまり鍋底が見えないと思います。これが2分ぐらい煮詰めて状態を見てみると、ゴムベラで混ぜた時にしっかり鍋底が見えるようになりますし、泡の見た目もちょっと変わってますよね。こうなったら OK です。火を止めてアーモンドスライスを加えていきます。今回は結構王道な感じのフロランタンを仕上げてるので、アーモンドスライスだけでやってるんですが、ここにカカオニブを入れたりとか、いろんなアレンジができます。ナッツ類だったらもう何でも入れちゃって OK っていう感じですね。先ほどの型に入れていきましょう。とろみがついてるのでそんなに溢れて出てこないと思います。焼いてる間にはちょっと溢れてしまうんですけど、そこはご愛嬌っていう感じですね。つまみ食いしてしまいましょう。型に流したら、アーモンドがしっかり均一になるように伸ばしていきます。
アパレイユの部分はしっかり伸ばしても結構焼いてる間に流れてしまったりするので、アーモンドの量が全体に均一になるように伸ばしていきましょう。ちょっとゴムベラでトントンするような感じで、すごくいっぱいアーモンドがある場所とすごい少ない場所っていうのがないように均一にしていきます。ここでどれだけ均一にするかで結構焼き上がりが綺麗になるかどうかが決まっていきます。トントンするような感じで伸ばしていくとやりやすいです。お店でやるときは、6ドリ鉄板っていうすごい大きい鉄板に丸々2個とか作っていくんですね。なんでこのアパレイユができた時には、みんなでゴム手袋をして大急ぎで手でベタベタ叩きながら伸ばしたりする時もあります。こんな感じで綺麗に伸びていれば OK です。170度のオーブンで15分ほど焼き上げていきましょう。色づきを全部均一にしていきたいので、途中で反転というオーブンの中で鉄板をぐるっと回す作業をしても OK です。とっても綺麗に焼き上がりました。まだブクブクしていますね。すごく食べたくなっちゃうんですけど、やけどしてしまうので今はちょっと我慢しましょう。冷める前に型は外しておきます。完全に冷める前だとカットもしやすいのでおすすめです。最後までご覧いただきありがとうございました。アーモンドスライスたっぷりのフロランタン。プレゼントにもおすすめですし、まずこのまま食べてもですね、正直言うと15センチ ×15 センチの大きさだと少ないなっていう風に思うぐらい美味しく仕上がりました。おすすめなのでぜひ作っていただきたいと思います。